私にとって大切なものの一つは植物です。すごいパワーをもらいますね。雑草とかにもパワーもらうし、散歩が好きなんですけど、知らない名前も知らない植物とか木々とかすごいパワーもらうことがあって、私が食べたビワの種をポンって振ってやったり植えたら生えてきたら楽しいじゃないですか。でたまたま10年以上経ったかな、どこの品種だったかなビワ食べたのをプってやったかやる時もあるんだけど、そのうちのどれかがね出てきて、気がついたら木になってたんです。今年は小玉スイカを食べたのはプってやったら出てきてなんとなくちょっとタフさを感じる。すごい手塩かけて育てたわけじゃないんだけど、私の今音楽を作るその創作スペースのメインの場所がリビングなんですよ。中庭と空が見えるし、風で雲が流れていくのも鳥が飛ぶのも見えるし、その私がプって捨てた種から出たビワの木が目の前にあって、そこに鳥が結構集まったりして、新曲を出したんですけど、その面影っていう曲の方はそこに鳥が集まってて、そのなんか愛の交換してるような感じなのか、子供にさえすり方を教えてるのか分かんないんだけど、なんかすごい愛しい感じがしたんですけど、なんかそんなのを感じながら、ちょっと会いたいけど会えなくなっちゃった親友のことを思い出したり、木に集まった鳥だったかな、影響受けることありますね。だからちょっとずつも重なると、もう多分10年以上経つから、うちの庭が盛り上がってきていますまつげさ、スプーンでよくやってたね。今は便利なさ、あるけどさ、もうまあね、スプーンでさけどまだスプーンでやってる。やってる、いわゆるしごきたいからまつげを食ってしごいてカールつけたいわけよ。聞いたかかわいい。私の大切なものの一つはヘアスタイルです。ヘアスタイルでね、チャラになるんですよ本当に。チャラになるっていうか、そんなに裏表があるタイプの人じゃないとは自分で思っているけど、ステージに上がるとかやっぱりオンオフはすごいあると思いますね。髪型、私小さい時から例えば授業終わるごとに休み時間に髪型を変える子だったんですよ。なんでだったんでしょうねこだわりが多分髪の毛にすごいちっちゃい時からヘアスタイルにあって、自分で切っちゃったりしたものですね。だからちょっと美容師さんには憧れてたんですよ。幼稚園の時周りにいるスター、そのスターっていうんですかね、身の回りにいる大人の中で魔法使いみたいのが髪型をすごく操れる美容師さんっていう、美容師さんっていうかヘアメイクって名前も知らないから、その子がパーマ屋さんになりたいってパーマに憧れてたようですね、私は。あと小西スーパーヘアメイクアップアーティストのサーフィン大好き、小西さんをお迎えしてちょっとこれ私のね30周年のタイムマシンブックの中にもコニタンとのさいろんな写真があって、こちら覚えておりますか？はい、2017年、吉田由美ちゃんデザインの、この頃めっちゃピンクだった私。この時覚えて、これさすごい四角くて可愛かったんだよね。そうだ、こうしたんだね。そうそう、めっちゃでかくて、最初はアフロをゼロから作ろうと思ったんだけど、うまくいかず、結局アフロのカツラ2個使ってるんだけど、2個もう量すごい。アフロを部分的に巻き直してる。コニタンは魔法使い持っている信念とかが
だから安心できるんだよね。安心した技術っていうか、なかなかいないんです。長生きしてください、お互いにね。はい。しのちゃん、いやかわいい。これもだいぶ冬な感じだね。ファッションもチャラにとって大切なものの一つです。なんかどこからでも私の表現、心の一部というか、言葉の代わりにコミュニケーション取れるツールの一つになると思いますし、大切なものだと思ってます。小さい時から好きでしたね。音楽とファッションの関係はとっても深いと思っていて、私がティーンエイジャーの時にやっぱりこう憧れたミュージシャン、マドンナもすごいね、シンディ・ローパーがすごい好きだし、デボラ・ハリーとか、もちろんブラックミュージシャンもすごい影響を受けてて、ドナ・サマーとかダイアナ・ロスもすごいおしゃれで、今でもやっぱりね、こう見返してみたら、かわいい、こんな感じのインスパイア受けて、こう衣装を作る時にスタイリストに行ってみたりすることもあります。これかわいい。あとその横のオレンジ色って絶対チャラさん。いやー、ぽい、私っぽい。このブーツ私のお古ちゃん。私が置いてたやつでまだ売れてないですけど。最初がおもろかったの。これね、時々出してんだよね。そう。いいよ。これもかわいい。自分にとって上質なものって自分が知ってると思うんだけど、そういう自分を知ることの一つ、自分が好きなのっていうのに正直に、あることは私にとっては大切な生き方の一つなんだけど、その一つにファッションっていうのはあると思います。喉も渇いちゃったから、今日朝お家で入れてきたね、お茶を誰か先着1名様に、私お気に入りのダブルカップの水筒に入れてきた。誰か飲みたい人。これはルイボスアールグレイって言ってね、匂いがなんかティータイム昔から好きだったんですけど、イギリスに20代の20歳ぐらいかな時に行った時に、イギリスのミュージシャンすっごいめちゃめちゃやっぱりイメージ通りティータイムを大事にしていてお家のレコーディングとかホームスタジオでねやってて1ヶ月ぐらいは行ってたんだけど、最初ファーストアルバム作る時になんかそれは私にすごい合ってたんですよね。でだから帰国してからもうやたらもうティータイムですわ友達が言うに、私のお家に友達来るとまず私なんか飲むって言うらしいんですよなんだろう、言ってるらしいから、多分お茶を一応振る舞って友達と家族と、このね、でも紅茶はね、ティーポンドさんっていう清澄白河に本店があるねお紅茶屋さんとコラボさせてもらって、そちらのねブランドさんもすごい考え方がすごい素敵で可愛くないですか。チャラの娘がねこれ書いてくれたんです。私が好きでファンとかそういうところから、私にはないものを持ってて直感的に、やっぱりコラボしたいなっていう気持ちがあって、間にだからマネージャーさんとか入れないで、私チャラと申しますがっていう感じでコラボさせてもらったんだけど、音楽も結構そういう感じでやってますね。自分のいいなと思ったものは、押し付けがましいのは嫌なんだけど、本当に美味しいのとか本当に素敵だよとか、音楽もこれいいなっ
と思ったら、そのファンの人とか友達には割とシェアするタイプなので、要するにチャラには嘘がないよってことかな。私にとって大切なものはやっぱり音楽かな。音楽的にもしかしたらなんか生きちゃってるかもしれないですね。自然と、例えば話す時も歌うように話したいってちょっと思っているかもあとは話すように歌いたい。逆に言うとそれは例えばライブやったりすることによってそこに来てくれる方とか何かを求めて来てくださるから、何でもない私というものをそこでさらけ出すっていう、役割があるのかなと思って、なんかで私の記憶だと幼稚園の時にうちね全然ピアノとか本当買ってもらえなかった。憧れだったピアノ。最初紙の鍵盤わかりますか？イメトレ？それで何も買ってもらえなかったんだけど、幼稚園の教室にね、その昭和の時代って足踏みオルガンっていうね、オルガンがピアノじゃなくてねあったんだけど、でそのオルガンを多分休み時間にいつもね先生弾いていいですかって言って弾いてたみたい。それでお別れの会の時ね、お別れのこう歌を歌う前にそれをさ耳コピしてたんだよね。簡単なやつだから。で先生が弾けてるって分かったんじゃない。である時急に先生もねみーちゃんだったのその時。チャラじゃなくてみーちゃん先生の代わりに弾いてくれるって言われて弾くってなったのね。でその時に初めて伴奏側に立ったから、その時になんかこれっていいって思ったのは今でも覚えてるんですよ。だから先生って大事だよ。私高校生の時からバンドでキーボードやったりしてて、作曲が好きだったの最初に。でこうメロディーを紡ぐのが好きで、フレーズを紡ぐのが好きで、音色を作るのが好きだったんだけど、それが歌ったらってよく言われてたんだけど、ちょっと歌は無理です。私歌は本当に歌うとかっていうのは才能がないと思ってて、全然歌うのが嫌いではないけど別に歌うのが大好きみたいな感じじゃなかったですよ。本当にちっちゃい時からピアノが好きとか楽器が好き、音楽が好きな子だねっていうのは周りの大人も知ってたみたいで、それが失恋をね19歳の時にした時にこう何やってもなんか気分が悪いんですよどっか楽しげなとこ行ってもなんか気分が良くなくて、もっと思い切ったことをしなければいかんなと思ってたところにタイミングよくデモテープ作ってあげるよっていうね、じゃあ歌ってみようかなっていうのが思い切ったことだったんで、きっかけは波がちょっと来たなっていうのをちょっと乗ってみたわみたいなところはありますけれども、やってみたらね全然歌えなかった作曲が好きだったから、それをデモテープはよく多重録音とかしてたんですけど、一人ぼっちで部屋で夜中とかにはーとかやるもんだから、別にいくらでもうまい下手とかじゃなくて、なんて言うんでしょうね、自己満だろうね。あんまり人に聞かせるようなことじゃないんですよ。それがデモテープだから聞かせなきゃいけないんですよ。めっちゃ恥ずかしかったですよ最初。でも慣れちゃうんですよそれもちろん楽しい裏には努力あるし、すぐに結果が出ないことってたくさんあるんですけど、諦めないです私は。シャラットっていう語源があって、それが私のチャラの由来なんです。切り替えが早い時に使うんですね、シャラットって。シャラっていうタイトルの曲を出したりとかするので、私らしさ
っていうのはすごいそのクリエイティブでいるために必要だから、こう人が何と言おうが自分はどうかという。私もデビュー31年経って歌は遅かったので、本当に未だに勉強中で、本当の自分の声っていうのを本当にずっと探したりしてて、そういうことをやっぱり自分を知る、いろんな意味で知るっていうことがすごくやっぱり豊かな生活につながりますし、やっぱりこう生きているっていうのをすごく楽に本当に楽しく感じることができるなと。努力を、自分を愛する努力ができるっていうのはすごくねいいことだと思っていて、自信というか信念というか、そういうものを曲げない頑固なぐらいなところかな、勇気みたいなやつ、それがとてもクリエイティブにつながると思います、いつでも。はい、これが私の5フェイバリッツです。かわいい。後ろは見えてないけど多分かわいい。あ、めっちゃ可愛いよ。かわいい。あー、かわいい。編み込みが